おお、なんかすげえな。すげえ綺麗。こんにちは、 MC パークです。久々にね、ものすごい久々に通勤以外でバイク乗ってる。ようやく仕事もちょいちょい慣れてきて、1ヶ月ぐらい経ったの、まだ経ってないか、3週間ぐらいは経ったんですけど、ようやくお仕事も慣れてきたので、ちょっとねリフレッシュしようと思いましてバイクに乗ってるわけですね。ちょっとねロサンゼルス観光にね行こうと思います。前回の動画でちょっと次はダウンタウンでも行ってみましょうかねみたいなことを言ってたと思うんですけども、それですね。行きたい場所っていうのがねいろいろあるんですけども、とりあえずテーマみたいなのを作ってみて、でそれ何かっていうと、映画のターミネーターあるじゃないですか。ターミネーターの2、あれ僕の子供の頃の結構超重大映画の一つなんですよ。ターミネーター2とスター・ウォーズのエピソード1とか、その辺多分同世代の人は分かってくれると思うんですけども、なのでちょっとターミネーター2に出てきたところをねちょいちょい見てみたいなって思いますね。もうほとんど残ってないんですよ。だいぶ昔の映画なんでね、あれも。ただ一部残ってるところがあるんで、ちょっとそれをね見に行こうと思います。ちょっとブレーキ鳴るね、キーキーいってるね。それだけじゃなくてね、有名なゲームのグランドセフトオート5で出てきたようなところとかも見てみたいなって思ってるんで、僕と趣味が合う人は結構楽しめる内容になるんじゃないかなと思いますね。見えるかわかんないです。 GoPro で見えるかわかんないですけど、有名なねアーチが目の前に見えてますね。もうちょい近づきましょうか。ほんとなんかロボットが一人で歩いてましたね。サンタモニカですね。とりあえずなんか休憩をしましょう。なんかね冷たい飲み物がすごい飲みたい。なんだコーヒー飲むそれだったんですけど、ちょっとアイスに惹かれてしまいました。Now listen, one thing is like I said, it's really big. サンタモニカあれですね、2人ぐらい来た方がもっと楽しいのかもしれないですけど、でもいつ来てもこう活気があってなんか癒されるというかパワーもらえますね。でね、次はロデオドライブっていうところに行ってみますね。グランドセフトオートでもモデルになった場所で、多分ね見たことある人結構いると思いますね、名前知らなくても。よし、ここ多分ねそこの辺にグランドセフトオートだと美容室がありますね。この辺に辺りすごいなんか来たね、ゲームの世界に来たみたいだ。すごい、もうなんかそんなブランドに詳しくない僕でも知ってるとこばっかっすね。ルイ・ヴィットン、バレンシアガ、ジバンシ、ブルガリ、カルティエ、シャネル、あれがなんか有名なんですよ、なぜか。まだ見えないかもしれないですけど、こう V 字になってる建物があるんですよ。でそこに路地があって、あれがロデオドライブっつうのかな。来た人も多いんじゃないですかね、見てる人の中で。はい、ロデオドライブでしたね。バイク乗り場のああいう場所があると面白いんですけどね。なんかこうアルパインスターズとかタイチとか全部が路面店で有名なメーカーが全部並んでるみたいな。需要ねえな。あそこにあるタワ
あれ僕あそこに部屋持ってますよ。ゲームの話ですよ。僕ね、ゲームだと億万長者なんですよ。で、あそこにちょっと見えてる家、マンションのね、なんかペントハウスみたいなの買いましたね。ちょっと寄ってみましょうか、せっかくなんで。あれです、今横で見えてるやつ。やばやばいやばい、なんかめっちゃゲームしてる感覚する。やばい俺んちだ。まず9255、うわー、これもう一回回りましょうか。そのままじゃん。GoPro 撮ってるね。うわなんか友達に送ろう。中入りてえな。なんか分かる人にしか分かんないですよね。GTA やってない人からしたら危ない。やってない人からしたら何をそんなテンション上がってんのって感じですけどね。上がるんですよ。もうこのビルも見てるから、俺屋上からなんかスナイパーライフルでいろんな人撃ったような気がするもん。もうそろそろあるはず。ここですね、カーニーズ。これはね、知ってる人いるでしょ。この黄色いバス、これ。カーニーズ休憩おつ。よし、終わった。とりあえず今向かってるのが、実は密かに一番行きたかったターミネーターの撮影場所の一つですね。そこに行ってきます。もうすぐ着きますね。あと1分で着きますここですね。なんだここって感じですよね。ちょっと歩くんで見ててください。ででんなんだここって感じですかね。ここはですね、ターミネーターの2のT1000 がトラックで飛び込んだところですね。あそこら辺でジョン・コナーがちっちゃなポケバイみたいなのを止めて、こっから T800 が入ってくる、ボワンって入ってくるんですけど、850だっけ。ここから入ってって、そこの今見えてるところから T1000 がトラックでドーンと落ちて、このまま向こうに向かってジョン・コナーを追いかけていった場所ですね。これ分かる、伝わるかな、このマイナーというか、そこなんだみたいな。次のポイントに行きましょうか。ここですね。あれ見えます？あそこからアーノルド・シュワルツェネッガーがバイクのまま飛び降りた場所ですね。そこからドーンと飛び降りたシーンの場所ですね。ちなみに普通の住宅街ですね。はい。じゃあ最後1箇所行ってターミネーターの旅は終わりですね。ここですね。
ここは何かというと、ターミネーターのチェイスが終わってここに来て、ジョン・コナーがこう降りて、タイムアウトって降りて、本当にターミネーターなの？僕を殺しに来たの？違う、守りに来た。みたいなことを言ったところですね。そこの壁とか多分そのままですね。You're not here to kill me. I figured that part out for myself. So what's the deal? Who sent you? You did. あとは一番最後1個だけ行って今日の観光ツーリング終わりですね。もう映画とかは関係なく普通にロサンゼルスの有名な場所ですね。グリフィス・オブザバトリーって言ってなんだろう、なんか丸っこい天体観測所みたいなやつですね。あー綺麗、あれね、グリフィス・オブザバトリー見えるかな、見えるよね。綺麗で、ここからパーキングですね。上の方までパーキングはあるんですけど、上の方は当然埋まってると思うんで、この辺からねパーキングを探して山登りする必要があるんで、山登りセットまでいらないですけど、スニーカーとか歩きやすい靴で来るといいと思いますね。バイクの場合さ、なんかどっか止められる場所ないのかな、聞いてみようか。Is there more parking for motorcycle? Thank you. バイクでよかった、マジで。バイクでよかった。もうこの辺でいいや。これバイク乗りに嬉しい情報ですね。バイクは満車でも通してもらえるっていう。 OK、 じゃあ登りましょうか。そんなこっからなら全然遠くない。ここのターミネーターの場所といえば場所ですね。今日はダウンタウンの中心まで行かなかったですね。また今度機会をつけていきましょうか。夏はやめておきましょう。ちょっと涼しかったんで、もう8時になるんで帰りましょうか。はい、というわけでロサンゼルス観光ツーリングでしたね。グリフィス・オブザバトリーで終わりにしましょう。綺麗かった綺麗かった。じゃあ僕はね、この後ちょっと友達と会う予定があるんで、友達のところまで行きますね。久々に学生時代の友達と会ってきますね。じゃあ締めましょうか。最後までご視聴いただいてありがとうございました。動画の役に立てただけたらぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。Here it comes, here it comes.